ょっとお待ちください。係につなぎます。はい、渡した。ちょっと待って。はい、行かないでくれ。電話変わりましたが、光109号に爆弾を仕掛けた。これは岡田茂さんで東映の社長の持論だったんですけど、アメリカで当たったヒットした作品の、何年か後には日本で同じような映画がヒットすると。今アメリカでヒットしてたのはそのタワーリングインフルとか大震災とかいうサスペンスものだと、日本でも必ずそのブームがやってくるから、そのサスペンス何か考えろというようなことがありまして、それでプロデューサーがそういう社長の命令を受けて、で、僕のところに来て、新幹線というのは何かあったら必ず不審物が見つかったり不審の乗客が見つかったら必ずすぐ近くの停車する予定のない駅に止めて、その不審物検査したり不審の客を、調べて安全を確保するっていうのは安全規律の第一条みたいなとこあるみたいなので、でももしその新幹線が止まれなかったら、そういうような不審物なり不審の人物を見つけたりね、止まれなかったらどういうサスペンスになりますかねというので、それをもっとヒントに小野龍之介君というそのシナリオライターと一緒に、そのプロデューサーが撮ってくれた北海道の大雪山のとこのホテルに一月ぐらいこもりましてね、止まったら爆発するという爆弾を仕掛けられたら、それをどうするかという大きなストーリー、それをさらに細かく段取りをしていって、ストーリーの大きな流れに関しては小野君の力ものすごくする。で、実際に書くという作業は、前半は僕が、後半は小野君が書いてくれますけど、それを足して一月ぐらいでシナリオを作ったんですけどね。なんだこれ。そのローラーが車輪に連動してスピードメーター回すんだ。スピードが80キロ以上になると第一のスイッチが入る。そしてスピードが80キロ以下になると第二のスイッチが入って爆発するんだ。そんなもんどうするんだ。新幹線の台車にこれ仕掛ける。助監督時代に趣味でラジオを組み立てたりしたんですよね。その時にある周波数になるとスイッチ入ってなくても自動的に立ち上がるっていうシステムがプライベートラジオであった。で、それを経験があって、あるスピードになったらスイッチが入る、自動的に入るというそういうシステム自体は知ってたんで、止まれなかったらどうするかという会社からの要請と、ある時速まで減速したら爆弾のスイッチが入っちゃうという設定、使いにならないかということで僕が考え出したんですけどね。大塚さん、博打が嫌いでしょ。うん、あんまり好きじゃないね。どうして？だから自利品になる。人生真面目にやりさえすればなんて思ってたんじゃないんですか。そういう君はどうなんだい？負け犬には違いないな。ただいま。おかわり。小川君だ。大城宏。俺今こいつに食わしてもらってる。おやさん。当時いわゆる高度成長経済が崩壊して、大企業は大きくなってくる、中小企業がどんどん潰れていく。だから全学年が70年安保で全く力がなくなって、それから10年ぐらい前からいわゆる金の卵っていう地方から店に集めて労働力に安い労働力に使ってたっていう状況、そういうようなものを合わせて社会の底辺恵まれない連中を主役にしていこう
いうことで潰れそう中小企業、潰れた全幕連の元は投資金の卵をはじけちゃった沖縄の少年で3人を設定した、その狙いというのは国家に賠償を要求するという国家に対する戦い、庶民たちの無名戦士たちの戦いをやろうじゃないかと。そういう意味ではパーリングインフェルノとか大震災とは全部視点が違うと思いますけどもね、その辺はやっぱりいわゆるヌーベルバーグから起こった新しい日本映画の考え方、作り方みたいなのね、ものすごい影響されていると思いますけども、社会国家から抑圧されて、あるいは阻害されて恵まれない者たちの一つとして、で高倉健さんというのはそれまでいわゆる人気映画なんかで末端の組織の小さな組で、そこで親分殺されてそれを復讐するっていう役が多かったわけですけどもね、その時代は健さんだけじゃなくて、その日本映画のいいヤクザと悪いヤクザ、あるいは強いヤクザと弱いヤクザ、あるいは恵まれて金儲けがうまいヤクザとか、あるいは庶民とかという具合な非常に二重の対立構造っていうのが普通だったんですよね。何です？光109号を止める。万一市街地や工場地域で、爆発した場合の被害を考えると、安全地帯で109号を止めるというのはやむを得ぬ処置だと思います。しかしこの上二次災害を起こしたら世論は納得しないでしょう。でその停車のゼロ地点は？映画そのものがいつもその対立っていうのが大事な要素なんだっていうのをずっと東映では言われてましたけど、そういう A と B の対立どうしてもやっぱりいい方と悪い方というかに分かれてあって、物語がどうしてもルーティン化するから、その3つにしようじゃないかと、三重構造にしたらどうなるかということで、国鉄と警察とそれに反抗する、それに対抗するやつ、そういう三重構造にしていく、そのなんかうまい具合にはまったのかなという気がしますけどね。そういう意味でサスペンス映画としては積み上げ方が非常に工夫がいる。それが新幹線の場合は80キロに落ちたら爆発するというのは非常に単純な設定にかかわらず、というか博多までの間という時間的なサスペンスと距離的なサスペンスと、でさらには警察と国鉄と当事者たちっていう3つの前の行動がうまい具合にサスペンスとして組み合わさったんじゃないかなと。だから見てて先が読めない、実はサスペンスの最も大事前提状態ですけどね、そういう意味ではうまくいったのかなっていう気がしますけどね。光20号ただいま浜松駅通過中。光109号500メートル前方に接近。 ATC 開放10秒前。9、8、7、6、5秒前。4、3、2、1、当時の企画部長が非常に気に入ってくれて、これぜひ映画化したいと努力してくれてたんですけど、国鉄にその新幹線の協力を申し込んだら、まず新幹線大爆破という題名が悪いと、だから新幹線危機一髪とか新幹線大捜査訪問とかそんな名前にしろとかいう話、いやそれはもう東映側が大爆発で行くみたいなことで、本当に何か言うと国鉄は必ず会議で決めます、会議で決めますって、すぐその場で返事がないわけですよね。で一月全く無駄に過ごしちゃったんですけどね。だから当時の東映っていうのはもう企画ができて OK になったらもう風切りを決まってるわけです、決めるわけですよね。そういう制作体制だった。当時はもうフィルムですからね、現像して編集して音入れして風切りの2日前にやっと完成した。その1週間ぐらい前は本当にもう徹夜みたいな連絡で、一応完成試写というのを社内でやって、そこで上層部が見て、これ内容がまずいとか長すぎるとか、あるいは会社側の要望を手直しするというのが普通は
あったんですけど、その余裕が全くない2日前だったんですかね。フリーパスで OK になって、実際に2時間40何分ですかね。当時はもうほとんど2時間枠、1時間半が普通のスタンダードだったですね。大作1本立てに移行する時に2時間ものにするという時代をちょうど流れとうまく合致したというか、国内での空軍では本当に赤字か黒字ギリギリぐらいの観客動員しかできなくて、一つ大きかったのは、普通はメディアに人たちを呼んで試写をしてメディア試写っていうのをやっていろいろ書いてもらうわけですね。それが実は関西的に非常に大きな宣伝力があって、それができなかったってことが一つ大きかったみたいです。それが半年ぐらいですかね。フランスがそれを買ってフランス風に再編集っていうのは、フランスはもう必ず外国映画輸入した時にはその権利も一緒に買うみたいですね、再編集ね。それが非常に大ヒットしたフランスで、その話題がどんどん日本に入ってくる。またそのイギリス映画祭でアウトスタンディングアワードっていう番外賞みたいなものをもらったりっていうことで、それからテレビでいろいろ放映されたりしました。短縮版が多かったですけどね。キネジュンの観客投票数で1位になったんですよね。それもニュースになったりして、でじゃあ日本でもう一回やろうかという話になったけど、っていうある意味ではちょっと作品的にはあまり恵まれない状況だったんですけど、ただ今思ってもう30年前に作ったのに、まだ話題になる、あるいは DVD でありということは、作ったものとしては非常に嬉しいことだね。俺の目的は殺人じゃない。金が入り次第に外し方を教えるよ。君、光109号にはお産を仕掛けてる人がいる。難産だ。至急病院に入れないと危ない。金は間違いなく渡すから、爆弾の外し方を今教えてくれないか。だったら早く金渡すんだな。爆弾は1分もあれば外せる。それからキャスティングに関しては普段僕はキャスティングディレクターにほとんどお任せしてるんですけど、先ほど言ってたプロデューサーの坂上君が新幹線で危なかったらいろいろ大でも問題だし、キャスティングを少しでも豪華にしようじゃないかと言って、本当にもう体当たり的に俳優さんに会って口説いてくれたらしいんですよね。本当のワンシーンで普通だったら無名の俳優さんとかエキストラ使うべき時にいろんな人を呼んできてくれてやってくれたっていうねことは、もうその辺は坂上君の努力、先ほどみたいに坂上君が初めから企画から関係してとにかく当てをキャスティングも豪華にしようとか思いはあったとは思いますけどね。初めは菅原文太、当時は菅原文太君がいろいろ薬剤映画で大人気があって観客動員であるからということでやったんですけど、そしたら断ってきたんですよね。それは彼の奥さんがシナリオを読んで、これ主役は新幹線だと、俳優じゃないと、出てもプラスにならないと言ったらしいですけどね。それでどうしようかってところにくれたら、その坂上君が高倉健さんに本を読ませたら、健さんが非常に面白いと、ぜひやりたい。健さんはもう東映離れてていろいろごたごたあったりした6年ぐらい離れてたんですね。で東映も菅原文太断られたり、あとはじゃあどんなキャスティングするかっていうのはいろいろね、健がやりたいという話で、それでいいじゃないかと。今更健さんじゃない、高倉健じゃないやっていう話、声もあったみたいですけどね。僕の方はもう高倉健だったら本当に助監督になるから、彼がまだスターになる前からもよく知ってたもんでね、健ちゃんがやってくれるならもう本当に言うことないっつってまとまったんですけどね。計画通り決行しよう。今日しかないな。ああ、今さら後戻りはまっぴらだ。やろう。初め実は山本圭の役は僕は原田芳雄を希望したんですね。原田芳雄からも断られた。
困ったらその宮子さんが山本家を絶対かという全学公園クジラの年齢的にちょうど合う人で彼にしたんですけど、本当に彼はよくやってくれたと思いますね。彼で出来上がったと思いますね。で宇津井さんに関しては東映の当時のテレビにはしょっちゅう出てて撮影所ではあって、それから僕は大映のテレビにちょっと関係したことある。その時宇津井さんと一緒に仕事したことあるんで、高倉さんが5だったら宇津井さんが10という形でいいんじゃないかみたいなことでお願いしたんですけどね。84キロまで落ちた時にはもうダメかと思いましたが、なんとか間に合いました。よかったな。しかし驚いたよ。安全のための ATC 装置が逆に我々の首を絞めようとしたんだからな。千葉真一君がああいう運転手っていう地味な役をねやってくれた。いろんな意味でシナリオよりも膨らんでったってことは間違いなくあると思いますね。もうこれは本当にシナリオと実際のキャスティングの差っていうのはいつでも実感させられますけどもね。やっぱり机上の計算と現実的な撮影とは随分違うということでね。なぜか東京の東映撮影所全体がなんか盛り上がってましてね、スタッフもキャストも非常に協力的で、先ほどの徹夜もいとわずやってくれた、そういう記憶がありますね。ことにキャストはセリフもないのに人たちがただ座ってるだけの状況が多いわけですよね。でも本当に40日間がきちっとね来てくれてね集めて、もちろんその人たちを集めた人苦労してくれたと思いますけどね。それはちょっと言えばシナリオが面白かったっていう言い方もできるかもしれないですけどね。本来なら揉めるトラブルになるような問題も全く起こらず、僕としては本当に体力的な問題は別として精神的な問題何もなかった。それはもう本当にスタッフとキャストの協力、本当に協力的だったおかげだと思いますね。20号分岐点通過。点々的操作を。東京駅のホームはオープンネットに組み立てましたけども、国鉄の協力がないと一番困るのは窓外に流れる風景と、それから運転席から見た前方、それから新幹線のスケジュールを全部把握して運転指令室が取れないっていうね。運転指令室に関しては最初まだ企画ができる前に一回見に行ったんですけども、ぜひあれをセットで再現したいと思ったけど、国鉄は台本を見て、先ほどの拒否してきた。でもセットを作らなきゃいけない。当時日本で仕事してた外国人の俳優をドイツの国鉄の、技術者だと言って見学させてくれてって言って、盗み撮りしてきてもらったんですよね。もう時効だからいいと思いますけどね。実際に車窓人物入れ込みでやるときに合成だとどうしてもリアリティがないっていうんで、先ほども言ったセットに作った客車の外にスクリーンを大きなスクリーンつけましてね、そこに後ろ側からスクリーンが当たるみたいな方法を取ってやったんですけど、でもカメラマンが実際に新幹線に乗って隠しカメラで窓から撮ってきて、それで使ったと。それも結構きちっとしたダイヤと場所が決まってるもんですから、本当にその時刻と場所に行って天候を合わせなきゃいけないのがあって随分苦労したみたいですけどね、技術の方はね。それでもアーミー越しで撮れるような時はもちろん実景で撮りましたけど、私は浜松駅のすれ違いだとかいろいろどうしてもミニチュアに頼らざるを得ない部分、
撮影所のオープンセットに150メートル説とか300メートルとか説がいろいろありますけど、長いミニチュア10分の1かな、もっと小さい20分の1ぐらいかな作って走ってくる客観を撮ったんですけども、当時シュノーケルカメラ借りまして、これは1日100万円とかなんとかすごい値段するらしいのでね、それを使って東映の特撮部が撮ってくれたわけですけどね、その費用とか段取りっていうのこれまたいろいろ皆さん苦労したと思うんですけどね、借りる日数とかシュノーケルカメラの使い方とか、こっちはできたの見てああいいないいなっていうだけですけどね、それはもう本当にいくら感謝しても足りないと思います。革命がうまくいった国へ行ってみたい。仲間に入んのか？いや、キザに言わしてもらえばもう一度人間への信頼が取り戻せるかもしれないと思ったな。沖田さん何やりたいんだ？俺はブラジルでも行ってみてえな。一つ言えることは、今映画を作る状況っていうのはもう非常に苦しい厳しい状況ですよね。セットに、新幹線の車両そのものを2両も作って、しかも40日もかけて、先ほども言ったように座ってる人たちまで全部、同じにしておくっていうような、あるいは撮影時間を40日かけるっていうような独立プロの人たちができない中で、僕たちの場合は会社からお金がドンと入ってくるわけですね、制作費としてね。今の独立プロの人たちというのは資金集めからまず始めなきゃいけない。その中で映画を作っていこうっていうのは、本当にそれだけ映画は魅力的なんだって、映画作るってことは魅力的なんだって言えばそれっきりですね。そんな簡単なものじゃなくてね、もっと深いすごい思いがある人々に報いるには映画館で映画を見る、あるいはDVD を買ったり、その辺の協力しかできないわけですけども、実際には日本映画の本数はどんどん減ってきてる。それを上映する機会、場所もどんどん減ってきてる。そういう中で映画を作るということ、今ちょっとした大きい映画も全部テレビ局の資本、そういう下でしか作れないというのは、テレビはもう放映を前提としている。そういう中でそういうものに頼らないで自分たちの作りたいものを作っていこうで、頭が下がる思いがしますけども、映画をかつてのフィルム時代に比べれば今デジタル動画非常にテクニック的には楽になってる。それを生かして、それをして頑張ってほしいなと思いますけど、だから日本映画そのものがどのように立ち直れるのかってなると、僕自身もよくわからんところありますけどね。それは先ほども言ったように、一つはヒーロー像がよく分かんなくなってきてくるということがあると思いますけども、それともう一つは映画の観客層の年齢の差というか、それが非常にどんどん大きくなってる。老若男女っていう言葉もはや日本映画には通用してない。男好み、女好み、あるいは老人向け、若者向けにどんどん分化しちゃってる。それはなぜかっていうことは、逆に観客層がそういう具合に、社会がそういう具合に分断化してるってことだとは思いますけれどもね。そういうので本当に観客動員をどうするか難しいものですけどね。